なんかあれこれ考えないで試して、ダメだったらじゃあこうして直してみようみたいな、それを繰り返しでいいのかなっていう。ザ・ミューゼズ・オブ・ベルリン。本日もとても豪華なゲストをお迎えしております。セノグラファーの瀬山陽子さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ瀬山さん、早速ですがちょっと自己紹介してもらってもいいですか？はい。マルチメディアアーティストでセノグラファーの瀬山陽子と申します。日本語で言うと、要するに芸術家でインスタレーションとかを作ったりとか、あとは舞台美術ですね。劇場系が多いんですけれども、舞台美術を専門にしてやっております。ね、ベルリンといえば、音楽もそうですけれど、劇場がね、すごいたくさんあって、私もたまに誘われて見に行くんですけど、本当に市民の皆さんにこう、当たり前のようにね、皆さんこう休日に行ったりとかする文化があるからすごいなと思っていて、フェスティバルもいっぱいあるし、気軽に皆さん行ってますよね。なんかそれがすごくちょっと日本とはね感覚というか、なんかちょっと贅沢な空間ですよね。そういう劇場とかでも貢献されてるっていうか。仕事すみません。そうですね。劇場ベルリンだけじゃなくてドイツのところいろんなところ行くんですけども、ベルリンだけではなくて、で劇場自体がその年間のスケジュールでいろんなプロジェクトがあったりするので、そのプロジェクトでお声掛けをいただいたら、その町に行って仕事をしてっていう感じですかね。今現在どれぐらいのベースっていうか、ベルリンは何%？他の都市？ベルリンは正直かなりレアで、年に1回あればいい方みたいな感じなので、もういつもドイツ版に乗っていろんなところに、ドイツだけでもないんですけども、最近はドイツが多いので電車に乗っていろいろ回っています。例えば他の都市に行かれた場合ってどれぐらいの期間その都市にいて準備される？最初プランを作る時とかコミュニケーションを取る時はビデオコールとか多いんですけれども、その劇場の人たちテクニカルチームとミーティングがある場合は現地に行って1泊とか2日でもそんなにそれを何回かこう重ねて、だいたい半年から1年ぐらい前からプロジェクトが始まるんですけども、それを繰り返して途中の制作過程を見に行ったりとかで、最後はだいたい初日プレミアの前2週間ぐらいに入り込んで劇場に毎日通うっていう感じですね。何年ぐらいにベルリンに来られたんですか？来たのはちょっと恥ずかしいんですけど2010年なのでもう16年になりますね。恐ろしい。いやその前は、オランダのアムステルダムとデンハーグっていう。出身はでもどんどん逆算して、出身はどちらなの？出身は東京。東京で。なるほど。で日本の大学を出られて。そうですね。日本の美術大学、武蔵野美術大学で建築勉強して。建築なんですね。そうですね。その後にヨーロッパに行こうと思って行きまして。確かにヨーロッパとかってね、素晴らしい建築も多いし、そうですね。なんかヨーロッパに来てすごく勉強になったとは思うんですけど、だいたい建築勉強する例えば日本で建築勉強する方って、結構就職する方が多いんですか？そうですよね。そう思います。就職される方が多いと思うんですけど、就職をしたくなくてとりあえずヨーロッパに行ってなんかこういろいろもっと知りたいことがいろいろあったので、とりあえず出ようと思って出てから戻ってません。確かに日本の大学で4年間とか勉強されて、でもそこでなんかこうまだ足りないって思った部分っていうか、足りないって思ったっていうより、建築をそのまま
建築事務所とかに通う方法もあったんですけども、それよりそれこそ舞台美術であるとか、もうちょっとアートとか空間美術みたいなことを知りたいなとかやってみたいなと思ったので、それがどうしたらできるとか分からなかったので、とりあえずヨーロッパに行っていろんなものを見たりしていくうちに何かなんていうのかな、やれることがあればやろうっていう感じで飛び出していきました。もともとそういう気持ちになったのは大学在学中からなのか、もうちょっと前なのかっていう。結構在学中もありますし、私昔あまり恥ずかしくて言いたくないんですけどクラシックバレエをやっていたことがあって、多少踊りとかそういうものには興味があったんですが、それをやめて建築に行ってる最中にも、例えばだからパフォーミングアーツとか、そういうあとそうですね、もうちょっとファインアートとかそういうものに興味が出てきて、だから建築をやりつつもちょっとそっちにもいつもこう首を突っ込んでるような状態ではあったのかなと思います。はい。そっか。じゃあバレエをやられていて、芸術でもいろいろ分野あるじゃないですか。そこでまた建築を選んだのは何か理由があるっていうか。多分私空間を把握するのが得意っていうか、こう何かこうものがあったらその後ろがどうなってるんだろうとかっていうのがすごくこう見えてくるっていうか、自分でなんか分かるなと思ったので、単純にその感覚から何していいか他に何していいか分からなかったので、建築だったらなんかアート系の建築だったらちょっとスッといけたので。そうしようと思って、だからちゃんとした家を建てようとかっていうそういう動機ではなかったんですけど、そういうものに興味があってっていう感じですね。あと多分やっぱり建築といっても必ず人がいて身体があってっていう人間との関わりがあったので、それはその自分がもともとやってたその踊りと通じるところもなんとなくあるような気がしたので、やってみようかなっていう感じでしたけど。はい。で最初にその東京からヨーロッパに来たのはベルリン、じゃなくて、最初はオランダに行ったりとかイギリスロンドンに行ったりとかしてヨーロッパをちょっといろいろベルギーとか旅行をしつつ、卒業してすぐ卒業したもう次の日だったんですけど、卒業旅行ということで親にちょっとご褒美で出してもらってでその間にいろんなものを見ようと。その時はコンテンポラリーダンスとかっていうのに興味があったので、とにかくひたすらダンスを見ようみたいな感じで行っていて、で同時にそこに居続けたいと思ったので行ける学校を探しながらっていう感じで、じゃあその旅行で学校も決めてみたいな。そうです。帰ったり行ったりっていうのはちょっとあったんですけど、その後にイギリス英語がその時全然全く日本語以外喋れなかったので、その当時ドイツとかも全然もう想像がつかなくて、とりあえず英語と思ってロンドンに行って語学学校に行きながらなんか行ける学校があるかっていうので準備していったら、オランダって割と英語で受けられる学校、アートの学校だったら多いので、オランダだったらちょっと面白そうだなと思ったの。オランダのパフォーミングアート系のやってることもとても興味があったので、これはフィットしてるかなみたいな感じで。じゃあそれで日本からオランダのどこですか？ハーグ。最初はアムステルダムのリートフェルトアカデミーっていうシアターフィルムデザインっていう科があったので、3年生で編入する。それも4年生のだったんですけど、4年も日本で済ませたので途中から編入っていう感じで入りました。でオランダ何年間ぐらい勉強された？オランダは全部で6年なんですけども、そのリートフェルトは1年経って辞めてしまって、その後デンハーグっていう隣の町みたいな当時は女王様が住んでいる町があって、そこの王立アカデミーっていうところのマスターのコースで、アートサイエンスって言ってちょっとメディアアート系なのかな、学校があって、もともとなんかステージデザインの勉強してたんだけど、ステージデザインっていうのもなんかちょっとやりたいとは思いつつちょっと違うなとか思ってしまって、メディアアートってもうちょっとアート系のところに首を突っ込んでしまいました。日本の大学にも行かれてて、そうですね、やっぱこっちっていうかオランダですけど、なんか徹底的な違いみたいな、なんか教育の違いみたいなのがありますか？教育の違いでも美大
で日本の多分大学でも特殊なのかなっていうところはあるので、未知の世界、まあなんかやっぱり作ってなんぼみたいなっていうところはそんなに変わらないかなっていう意外に、気がしますけど、でも自由人は多いかもしれないですね、ヨーロッパ。自由人、なんかこうあんまりこうやっぱり美大って多分相当就職活動とかする人少ないと思うんですけど、それなりにいて、で多分、ヨーロッパだったらそういうことしてる人あんまりいるのかないないのかなっていう、特に美大の人たちはなんかもうちょっとこうぼーっとしてねそういうふうに見える人生なんだろうみたいなで大学終わってもしばらく何もしてないっていう人も相当いたと思ってその大学行って違う大学行ってでそういうのを繰り返して本当に自分のやりたいことを見つけてるみたいな、そのなんていうの気楽さは余裕がありますよね。なんかね、学校がねただだったりとかねしたので、確かオランダはね2個目の大学までオランダ人はただなのかな、3個目から有料になるみたいな。そうなんですね。だから皆さんなんかなんていうんですか、イージーでそうですね、学費がそんなにかからないっていうのはすごくありがたいですよね。ドイツもそんな感じですかね。なるほど。でオランダで卒業されて、もうそれからもマスター卒業したらもう学業というか。そうですね、マスター卒業して、特に何をしようってその時は決めてなかったんですけど、オランダの美大とか美術のいいところは若い学生終わった人たちに結構チャンスがもらえるんですね。そういうインスティテュートがなんか町ごとにあって、アーティストインスティテュートみたいなところに登録すると、そこからなんか探してこういうイベントに参加しませんかっていうのが来たりとか、そういうのがなんかこう自然とあったりとかするので、そのきっかけで結構オランダのいろんなアートフェスティバルとか展覧会とかっていうのに参加できるようになって、でそうですね、そういう作品作りをするようになったのかな。そうなんですね。でしばらくじゃあオランダでそういうアートフェスティバルとかに参加したり、参加しながら、でもなんかこうデモっていうか、やっぱり芸術ってこう安定した収入とかね結構難しいと。収入全然なかったので、参加する時はそれは何かもらえるんですか？もらえるけど、でも日本から比べたらもうちょっと出るのかもしれないけど、そうですね、それで生きていけるかどうかっていうのは相当数をやってたら生きていけるかもしれないけど、そんなに多くはないですよね。でもその活動をね、やめることもできたし、でもその活動やっぱり続けてたっていうのはやっぱりもっと極めたいというか、そこまでこう焦ってたわけではないんですけど、なんかやっていきたいなっていう感じでやっていたら、なんかもともと学生生活の中でパフォーミングアートに興味があったので、ダンスカンパニーのダンサーを呼んで一緒にこう作品作って、私がこう空間作ってそのダンサーに踊ってもらうみたいな作品とかを作ってたので、そういうコネクションもあって、ダンスのための舞台美術みたいな作品を作るようにもちょっとずつなってて、それがだんだん増えてったっていう感じですかね。アイディアがあって自分で、それまずじゃあ誰に、例えばダンサーの人もいて、その発表する場とか、なんかオーガニゼーションとかっていうのはどういう感じで段階踏んでパフォーマンスにつながるんですか？その、企画とかにもよるんですけど、ドイツだとすっごく分かりやすい、全部ストラクチャーがあって、そうなんですね。州立劇場とか私立劇場みたいのがあって、最初にチームを組んで、私はダンスが多いんですけども、振付家と、ステージデザイナーと、コスチュームデザイナーと照明家みたいな感じでチームを、コンポーザーとかもいますけど、チームが組んで、でその話を元々の話をどうしましょうって話を始めながら、その話を聞いていく中で、私はそのステージデザインをこう考え始めて、ストラクチャーが本当にドイツだと、この日に劇場でそのアイディアを試す日みたいなのとか、ゴールが先にあって、そうゴールがあって、もう1年ぐらい前からもう全部組まれていて、
あなたはこれにスケジュール合うでしょみたいな感じで、半ば強制的でもあるんですけども、それに合わせていくので、そうすると必然的に、締め切りとかも決まってきて、これまでにアイデア出さなきゃいけない、これまでにプランニングしなきゃいけないみたいなことをしたりとか、その後にこうミーティングが何回かあってみたいなのが自然にもうその企画が決まった段階でもう初日までのスケジュールがブワッて出るので、そうですよね。それが一番いいのかわからないですけども、もうそのレールに乗っていく。で自分のスケジュールも把握できるし、だけどアート系とかだともう本当になんか合ってないように自分で全部こういう感じだよねっていうふうに企画していかなきゃいけないので、そういう意味では全然違います。じゃあ例えばドイツのその州立の劇場とかで、仕事を得るのはどうやったら、やっぱり長年のそういうコネクションとかはある。意外にヨーロッパもコネの社会っていうか、絶対コネですよね。そう思います。だから私もだって十何年も住んでいてね、十何年前も全然そんなのがなかったんですけど、築き上げてきた。コツコツちょっとずつ続けていくうちに見てくださる方がいて、その方が声かけてくださったりとか、その話が他の人に伝わったりとかっていうのも本当に繰り返しなのかなとは思います。あとは多分私ドイツの大学には行っていないので、ドイツのビューネビルドの学位とかはないから、そういうところに行ってるとその先生とか教授につくじゃないですか。確かに多分そういうところから自然にこう皆さんは、そうですよね、ドイツの場合は仕事見つけていく、あと劇場に就職してその後自分で自立するみたいなのは多いのかなと思うんですけど、私はその方法をやってなかったので、結構じゃあ大変っちゃ大変ですよね、逆にね。なんかそうですね。こうね、段階をちょっとすっ飛んでそこから来るっていうと、ただもうなんか絶対なろうみたいないうよりは、ちょっとずつやっていてどうなるのかなとかっていう感じでやってって、本当にここ最近自分はこれをメインで職業としてやっていますみたいな風に言おうって思うようになっていったところもあるので、そうですね。じゃあ今その選択は正しかったっていうか、良かったなみたいな感じな感覚ですか？っていうよりなんかこれしかないな、これしかないある一つで、なんかやっぱりお金を稼がなきゃいけないとか思って、どこかに就職したりとかっていうのをずっと考えてた時期もあるんですけれども、なんとなく生き延びてて生き延びられますね、意外にね。気づいたら生き延びてて、でも気がついたらその仕事いただく仕事の舞台美術関係とかアート関係のお仕事が増えていって、大体多分これで今生きてるよねなってきたので、そういうことなのかなっていうそういうノリですね。で、その瀬山さんがその活動されてる世界って結構男性が多い社会？そんなこともない？舞台は女性も男性もね、アーティストもいっぱいいらっしゃる、音楽やってる人もね、男性も女性もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、例えばお衣装なんかはやっぱりもう女性の方が、男性もいらっしゃるけど、女性の方が作る人とかは多いのかなとは思いつつ、でも私がやってる舞台美術はやっぱりこう金属でを扱ったりとか木工を扱ったりとかしてるので、あとステージでものすごい重いものをねやったりしてるので、多分割合で言ったら7:3ぐらいなのかなと。男性の方が7ってことで、女性をやっぱり見るとデザイナーっていうよりはその現場で作業されてる方はもう皆さんすごい強い、しっかりしてもう「イエス」みたいな感じではっきり言ってる感じの尊敬しますね。結構インターナショナルな現場なんですか？それとも日本人とか？その時にもう日本人はほとんどいらっしゃらないですね。やっぱりその現場の劇場で働いてらっしゃる方はドイツ人かそこに移住された他の国から来た人。ただ日本人はやっぱり音楽家の方とかね、そういう方はよく拝見しますしね。あとダンサーも多いかな、日本人の方で。じゃあ例えば日本人であることとか、女性であることっていうのが別に障害ではないっていうか、そういう生きづらさみたいなのを感じたことはない感じですか？その私がやってる。そうですそうです。さすがにドイツではね。さすがに
そういうことしちゃいけないよねみたいな多分あるのかなと思うんですけど、例えば今でこそどんどん年を取っていってるのでそこまでそんな感じないですけど、例えば10年前とかだったらどこのよくわからないアジアの女の子が来て何をしようとしてるんだみたいないう感じの、直接は言われないですけども、そういう雰囲気みたいなね、雰囲気みたいなのは感じるし、今でももともと私はそのドイツのコミュニティにいるっていうよりは自分で一人でやってるので、どこの誰だっていうのはそれが女性だからなのか日本人だからなのかその辺は分からないですけれども、やっぱり信頼を得るまでにそういう過程はありますよね。まあだからそこはでも人間としてっていうね、大事な部分はそうですね、確かに。じゃあ自分がやっぱりベルリンにいて日本人だなとか、そういうのを感じることもあんまりない感じですか？日本人だなと感じることですか？日本のご飯が美味しいってことですか？でもそれ皆さん感じてそう、日本人以外の人も。でも日本の方もすごく増えたと思いますね。わからないですけど。私もあんまりこう人とアジア人がすごく増えたような気がして、アジア人ね、前は言ってしまえば有色系の人が少なかったと思うんですね。いても東欧から来られた人はいて、ドイツベルリンはね、ベルリンが特に、昔はよく聞いてたりもして、なんか例えば肌の濃い人の知り合いが東の方だと住みにくいからショーネベルとか西ベルリンの方が住みやすいよみたいな話とかは聞いてたこともあるし、私も実際ちょっと地方のバーマークトみたいなところに行くと誰だみたいな目線を感じたりっていうのはなんか当時はもうちょっとあったのかなって。ちょっと離れたスーパーとか行くと、おじいさんおばあさんがこの子は誰みたいな風な目線もあったかなと思うんですけど、今はもうね、日本人っていうよりも中国とか韓国とかそうですよね。やっぱりでも昔、私も最初1999年かな、初めてベルリンで旅行に来て、でなんかこっちに留学してる友達とかに会ったりとかしたら、やっぱり東には行かない方がいいとか、東でなんか襲撃事件があったりとか、でも今はそんな聞かないねですよね、全然。あの当時はなんかそんなのよく聞いてて、もう壁なんてねとっくに崩壊してるのに、よくそういうなんか居心地は良くなったのかな、もしかしたら。まあなんか一般的に芸術って結構食べていくの難しいとか言われてるじゃないですか。でもなんか私は個人的にやっぱり芸術がなかったらすごく人生つまらないし、感動をいつもさせてもらったのは芸術だなってそういう思いがあって、瀬山さん自体やっぱりアートって必要だと思うかっていうか、なんていうんですか、そのどういう感じで思ってますか？なんか。まあ私は必要だと思います。だしドイツは必要だっていうのをもう前提として据えているので、そういうところでこう戦うみたいなことがなくてもいいぐらいに芸術を認めてくれるし、芸術家であることに尊敬してもらえるし、メルケルさんが芸術家は守らなきゃいけないみたいないうふうなことも話してて、そういう意味では本当にありがたいぐらい、芸術家が人として生きていけるのかなっていう意味ではいい場所ではあるかもしれないです。もし自分があの時ヨーロッパに来てなかったら何してるかってなんか想像できますか？日本での事務所にいてそれがしたくなかったんですけど、ものすごい働いて幼稚にも帰れないみたいな、アルバイトとかしててそういう方々を見てて、ちょっとこれもね私にはできないかもしれないと思って、でもこっちで続けられなかったら戻って、それしかなかったから建築事務所に行ってお仕事させてもらおうっていうふうには思ってましたね。でも何もね、就職先があったわけでも、大学の席があったわけでもないのに、やっぱりその時に行ってよかったですか？よかったですね。もうなんか楽しくてしょうがなかったですけど。じゃあ結構若い世代の方にとっては結構考えちゃったりするじゃないですか。行ったとしても職が見つかるわけでもなく、特に芸術なんてっていう風に思ってる、でも本当はやりたいんだけどっていう方に対してどういうアドバイスじゃないですけど、私がたまたま飛び出しちゃって、何も決めずにそのまんまで来ちゃってるっていうところもあるんですけど、例えば日本から海外に留学したいと思ってる方々のたくさんの方がどういうふうに行けばいいんだ、じゃあ助成金をもらおうとか学校へ行こうとかって言ってちゃんと準備をされて、でも実際来ると結構思っていたこと
がうまくいかなかったりとか、例えば1年2年でもうこれだけのことやって帰ろうって思う予定を立てて来られる方もいると思うんですけど、結構予定通りにはいかないし、1年とか2年とかでできることってそんなにたくさんじゃないですよ。やっとなんか空気が吸えるようになったぐらいな、やっとハローって言うようになったみたいな。だからそこで栄養っていうよりは、そこの空気が分かったぐらいでいいのかなっていう、あんまりこうこれを収めなきゃいけないっていうところまで考えなくてもいいのかなって思ったりしましたけど。なるほど。そっか。で仕事する上で、お子さんもいらっしゃって、そういう子育てとの例えば両立とか、そういうのだってね、他の都市に行ったりとかしたら、結構子供置いていかなきゃいけなかったりしますよね。そういう意味では、私一人では子供を全然育ててなくて、私のパートナーがもう彼もフリーランスなんですけれども、カレンダーを作って、ここからここは私が出かけて、ここからここはパートナーが出かけて、でその間から誰かが必ず家にいて、子供の面倒を見て学校の送り迎えをするみたいな、そういう感じで今のところは。でも大変でした。それとも結構それはうまくいったっていう感じですか？本当にでも、パートナーがすごくサポートしてくれていったとは思います。だからあんまりそれで諦める、このプロジェクトをやめようっていうことがないように、彼の方がコンポーザーなんですけども、キャリアが先だったので、そういう分私にこう時間を与えてくれたっていう意味ですごいサポートしていたような気はしますね。素晴らしい。なんかその仕事をしてる上で、この仕事してよかったなとか、アーティストとして活動してよかったなっていう思う瞬間ってどんな瞬間ですか？私の場合はその舞台美術をすると、やっぱりコラボレーションなんですよね。私一人で作らなくても、アート作品を作る時は一人だったりもするんですけども、結構そのグループで何かをやっぱり目指して、最後プレミアムを迎えて、みんなでステージに上がってみんなで称え合ってみたいっていうのは結構アドレナリンっていうか癖になるっていうのはあるので、やっぱそういうのを繰り返すと結構これを続けていきたいなっていうエネルギーにはなるのかなって思いますけど、やっぱりなんか人が喜んでくれて、そうですね、やっぱり喜んでもらえるとね、嬉しいし、逆になんかお客さんが自分の作品のところで途中でいなくなっちゃったりすると、結構へこんで、なんか変に悩んじゃったりとか、あとやっぱクリティックとか批評とか後で出たりしますよね。でそういうところで私たちが作った作品があんまり良くなかったりすると悩んじゃったりとかもしますけど、でも私の中では絶対これで完璧だっていう作品は絶対作れないと思っていて、そのために何かこれはこうすればよかったとか、もっと他に方法があったのかっていうのが必ず何かあって、それがあるからもう一回じゃあ試してみようっていう、ただひたすらそれを繰り返しているっていう、ここ何年はそういうふうに、それがやっぱりモチベーションになってるっていうか、そうですね。そこら辺はすごく芸術、いろんな分野ありますけど、なんかこう確かになんか完璧じゃないから完璧を目指してずっとそのやり続けるっていうか、そっか、皆さんもそうなんですね。なんかそれがなんか共通してることなのかな。でも今ほらね、人工知能とか AI とかの時代だと、なんかやっぱり速さとか間違ってなんぼみたいな、間違えてもいいからとにかくやれやれやれっていう世界じゃないですか。だからそういう意味で本当に芸術はなんか逆っていうか、まだね、AI とかなんかこう正解を出さなくていいっていう、そこでこう遊ばせてもらえるっていうありがたさはありますね。だからそういう意味では大変だけどやりがいがあるというか、モチベーションが自動的になんかこう保たれてるっていうかね。そうですね。皆さんもそうですね。いやいや、最近思ったんですけど。ね、皆さんなんかいろいろな話を聞いて。でこれからのじゃあ目標というか、なんか夢っていうかありますか？もうこれだけキャリアを築かれてきてやり続けるっていうのももちろん一つのあれですけど、結構夢っていうものはないんですけど、結構自分の中でも葛藤で、
最近ものすごくこういう感じで回ってる自分を感じるので、ある時突然ねやめて全く全然違うことをしたくなる欲求もあるんですけども、そういうの時に限って時間があったりとかするんだけど、で結局次の仕事があるからそれを忘れてみたいな感じで、なんかそれの繰り返しみたいなところがあって、自分をそういうのに身を置いちゃってるから、あんまり目標を立ててないっていうか、まあでも、そういう活動自体がもうね、そうですね、アートっていうか、まあでも年取ったらどうなるのかとか日本に帰るのかなとかそういう素朴な疑問を持ったりとかはします。一度も何ですか、もうすごい大変すぎて、もうやめようとか思ったこともあんまりない、逆に。今の仕事がってことですか？それはないですね。それはなんでですか？諦めたら悔しいから。なんかやっぱり継続する力も才能なんですね、きっとね。どうなんですかね。でも確かに悔しいっていうか、反骨精神っていうか、そこに何か大変なことがあるとなんか向かっていきたくなるみたいな。まあある意味ないみたいなのはあるかもしれない。根性がないと。根性は大事ですね。確かに続ける力っていうか。まあでもそれも好きだから多分。まあまあまあ。好きじゃなかったら絶対。全部が楽しいわけでもないですもんね。ないですね。楽器だって練習するの。確かにね、楽しい人もいるかもしれないけど、ね、確かにそれはそうですね。そうですね。なんでどんな職業もみんなそうでしょう。なるほど。で最後にじゃあそうですね、若い年代の方々、特に芸術を志している人とかに何かメッセージがあれば。メッセージというか、なんとなくここまで来ちゃってはいるので何を申し上げていいかわからないんですけど、そうだな、どんどん試してほしい。なんかあれこれ考えないで試して、違ったらじゃあこっちみたいな感じで小さなことをどんどん試していくっていうのが、あんまり大きなことに成し遂げようっていうんじゃなくて、ちょっとこれやってみようよ、ダメだったらじゃあこうして直してみようみたいな、それを繰り返しでいいのかなっていう。そうですね、その塊がやがてはそう気軽にね、大きい川になっていくというか、あとはやっぱりその都度その都度自分で決断をしていくっていうか、自分はこう決めたみたいな、コミットメントずっと悩んでると良くないのかなって、そういう知り合いも周りでいっぱい見てきたんですけど、間違ってもいいから自分はここで決断したっていうのを、そういうのを繰り返していった方がアーティストとしてはこれが自分の作品ですっていう風になるのかなっていう気が。まあそういう決断する勇気もね。そうで、後からすいません間違えた。そうですよね。修正は聞けますからね。その時の作品として残るので、それでいいのかなと思います。わかりました。大丈夫かな。はい、お忙しい中、本当ありがとうございました。ありがとうございます。